はじめまして、ローネスで代表を務めている片山良平です。今日は僕の得意なミディアムのスタイル、基本的にはオールジャンル得意なんですけど、ミディアムのスタイルをメインにレイヤースタイルだったりとか、似合わせのポイントだったりとかを話していけたらいいなと思います。で、カラーは、アルティストさんのカラーを使ってアースベージュをメインにベージュ系の今流行りのカラーを取り入れてモデルさんとミックスできたらいいなと思いますのでよろしくお願いします。なんか少しでもポイントになって日々の営業に活かせたらすごくいいかなと思うので最後までぜひご覧ください。チャートは結構こんな感じで幅広くラインナップがあってすごく使いやすいかなと思ってて、結構9、11トーンが、うちのサロンでもよく動きます。僕は9トーンをメインに結構使うことが多いんですけど、トップグレージュとかあとはジェイド、ネイビー、インディゴブルーとかをトップグレージュに補色として混ぜて使うことが多いです。で、今回そのアースベージュをメインにカラーで使わせていただいたんですけど、かなり綺麗な発色してました。その中でやっぱりその補色でアイリスのバイオレット入れたりとかしてお客様の状態に合わせて結構使うことが多かったです。何よりも手触りがめちゃくちゃいいのと、あとはそのお客様の色持ちがすごく良かったので、かなり使いやすいカラーになってるんじゃないかなと思います。最初髪の状態をチェックさせていただきます。で今、1年前ぐらいに、ちょうどこの辺ですね、この辺から下が過去に1回ブリーチされてるってことなんで、ちょっと結構黄色く退色して発色してるので、ここの部分はちょっと黄身を抑えていきたいかなと思います。今リタッチ部分が1センチぐらい伸びてるんですけど、そこはちょっとトーンアップして、でこっちはちょっとトーンダウンしながら色もが全体的に揃うようにしていきたいなと思います。全体はアースベージュで考えてます。結構黄ばみが強いんで、毛先の方ブリーチしてる部分ですね、メインにアイリスバイオレットを 0.5% ぐらい入れて黄ばみを抑えながら綺麗なベージュにしていこうかなと思います。で、根元は、多分すぐ上がると思うので、こちら単品で、4.5% で塗っていきます。薄付きでいきます。で、毛先は結構ダメージがあるので、アルカリキャンセルの3%を使ってちょっと柔らかく全体的に仕上げていきたいなと思います。結構すごい柔らかく仕上がるんで、だいぶ違うかなと思います。で、毛先10センチぐらいメインにちょっと前処理をつけていきたいなと思います。特に毛先の引っかかりが気になるポイントになってくるので、しっかり結構発色きれいに保ちたいので、今日はドライでカラー塗っていきます。営業中もドライで塗る場合もあれば、ウェットで塗る場合もあって、営業の回り方もそうなんですけど、髪質に応じてドライに塗ったりとかするパターンも結構あります。営業中も基本的にはもうほぼ2人で塗ることが多いです。で、右と左に分けて、あんまりクロスして塗ることないので、左右で塗っていきます。で、今日ちょっとモデルさん明るくなりやすそうなので、4.5% で塗っていきます。4.5% のオキシがあると、営業中分かりやすくてめちゃくちゃ速くなります。やっぱり遅くなってっちゃうと塗りムラが出ちゃうんで、ここは手早く塗っていきます。今回はもう 4.5% でリタッチが1センチ幅なので、もうそのまま頭皮にほぼほぼつけていくような感じで塗っていきます。だいたい前頭塗り分けでこういう感じで根元毛先いくパターンでも10分ぐらいで塗布しちゃうことが多いです。
僕はあんまり細かく中間毛先で若干薬変えていくっていうよりかは、極力一発で近しいカラーになるような剪定をすることが多いので、ベージュ系のカラーをベースにカラーしたりとか、あとはやっぱ最近お客様の要望でこういったベージュ系のカラーが増えてるので、肌には馴染みやすいですし、使うことがすごく多いですね。で、そこからさらにもうちょっと赤み消したいとかだったら、ここに、今日はちょっと使ってないんですけど、インディゴブルーだったりとか、あとはジェイドを、10% ぐらい入れたりとかすると、赤みを抑えながらすごい綺麗なブルー系のカラーとかマット系のカラーが出るので、そういった使い方をよくします。特にジェイドはうちのサロンでめちゃくちゃ動いてますね。今回使うバイオレット系のアイリス系のカラーとかもやっぱり黄ばみを抑えたい人多いですし、結構僕のお客様だと年齢層が少しずつ上がってきてて、赤みも抑えたいけど肌なじみいいカラーがいいみたいな、こっから上の顔のトーンを明るくしたいっていうお客様がすごい多いんで、そういう時によくアイリス使います。でここからはもう毛先塗ってっちゃいます。で今回9トーンなんで時間差なしでそのまま一発でいっちゃおうかなと思います。あとこのカラー剤はめちゃくちゃ塗りやすいです。なんか柔らかさと硬さのバランスがすごくいいので、塗りやすいってめちゃくちゃ重要だと思ってて、塗りやすいことによってカラーのその塗る時間が早くなるんで、伸びもいいですしムラになりづらい。なんでこうやってドライでつけてっても適度な柔らかさと硬さがあるんでムラになりづらいですね。今回のモデルさんは違うんですけど、乾燥毛で髪が硬くて広がりやすい人だったと、結構中間から毛先って塗布ムラが起きて仕上げの時に色が若干違うみたいになっちゃうことって多分多いと思うんですけど、それが起こりづらいですね。もう綺麗。このままもう毛先いっちゃいます。塗り終わりはこんな感じです。これで20分ぐらい放置して、その後様子見ながらいけそうだったら30分ぐらいしっかり放置して発色のバランス見ていきたいなと思います。テストのポイントは中間部分をめくってしっかり薬取って浮かせると境目が見えるんで、そこの段階で根元つながってたら流す感じにします。今回まだちょっと今20分だとつながり甘いんでもうちょっときますね。2回目のチェックちょっとしていきます。根元グラデーションでつながってるんで、これでちょっと流していきます。今、ロングのレイヤーが少しだけほんとちょっとだね。ちょっとだけ入ってる状態です。で、今後ろの毛全部持ってきた時に、このぐらいの長さです。で、ベースが多分ちょっとだけ前下がりになってるんで、これ後ろの毛なんですけど。で、これ横の毛。で、ちょっと前に持ってきます。少し斜めになってる。前に持ってきたら、ちょっと揃うようなカットラインになってるんで、今日はちょっとミディアムぐらいまで、ちょっとこの辺まで切っていこうかなと思います。で、カットのポイントとしては、やっぱりまずレングス絶対外さないこと。それと、そのウェイトポイントって言って膨らむポイントですね。この膨らむポイントをどこに持ってくるか。ミディアムだったらどこに持ってくるか、そのモデルさんの顔とか目肌の位置とか、あとは耳の位置とかですね、全体的に見ながら決めていくのがポイントになります。で、あとはその前髪とか顔周りのバランス、この2つでもほぼほぼ決まってくると思うんで、まずはちょっと後ろからカットしていきたいなと思います。で、僕は基本的にはもう後ろからカットすることがもうほぼ多いです。もちろん横から切る時もありますけど、どっちから切るとか結構よく質問されるんですけど、どちらでももうサロンさんで習った方法から切るのが多分一番早く上手になれると思うので、どちらでもありかなと思います。で、今日はちょっと後ろから切っていきますね。で、基本的にお客様には首の角度に合わせて切っていきますねって言って少し傾けてもらいます。30度ぐらいかな。はい、傾けてもらって、で、自動的にイングラが入るように切っていきます。で、しっかりコーミングして、で、もうダウンステムでカットしていきます。落ちる位置。で、そこからちょっと微調節していきます。
でこの時少し体を回り込んでワンレンなんですけどややラウンドするような形でカットしていきます。でしっかり放射線状に溶いてあげて、でカットしていきます。でまずはワンレンを作っていきます。ちょっとラウンドしたワンレンですね。でこうやって起こしてもらうと少しイングラが入るので、この状態で後ろ完成ですね。長さを前に持ってきた時にどれぐらいになるかっていうのは、もしあんまり分かんない方は最初のベース切った段階で少し前に持ってきて、どれぐらいの長さになるかなっていうのを確認しながら切ってあげるといいかなと思います。ちょっとここから横のセクションに切っていきます。で上下に分けてあげて、だいたい30度ぐらいですねの前上がりのスライス取っていきます。そこからここですね、ここの部分をベースに分けて、でここから少し30度前上がりに切っていきます。でポイントは耳前から少し回り込んで角度を入れていくのがポイントですね。でなるべくこの時に落ちる位置、どうしても肩があって、肩のこの幅とか高さとかって一人一人違うんで、イヤートゥで一回肩のラインで切って、そこから落ちる位置でベースをフィットしていく。でこれだけだと内側から角が出てくるんで、もう一回このライン、三つ襟のラインのちょっと奥まで取ってあげて、ここから何回かしっかり解いた上で、内側から出てくるポイントを切っちゃいます。ここですね。この部分をカットして、でこっちからもチェックで切ります。でちょうどここの三つ襟から耳後ろの辺ですねの部分、ここにイングラをちょっと入れていく。で上からかぶせていきます。この時に先ほど自分が切ったインナーが見えてくるんで、そこに合わせてカットしていく。でこの時もしっかり体を回り込ませながら切っていきます。そうすると髪の毛を前に持ってきた時に内側から変な毛が出てこないんで綺麗に揃う。前に持ってきた時にほんとちょっとだけ前上がりになるようなワンレンのベースができます。で反対側も同じように30度ぐらいですねベースにして、結構このスライスめちゃくちゃ重要なんで、しっかり綺麗に角度合わせて取っていってください。これでベースが整いました。でここからちょっと顔周りサイドにレイヤー入れていきたいなと思います。で分け目が基本的には彼女中心なんですけど、前髪ちょっとやや左分けなんで、ベースは中心にレイヤー入れていこうかなと思います。今だとワンレンで全部揃ってるんで、ドライした時に膨らむポイントっていうのが今一番ここになってくるんですけど、彼女の場合だともうちょっとスライドしてこのぐらいのレイヤーが入ってる方がここがスッと収まってウェイトポイントが少し上に上がるんで、彼女の顔周りとすごくフィットするんじゃないかなと思って、ちょっとだけレイヤー入れていきますね。ちょっと前すいません。まずベースのガイドを作っていきます。一回一回確認しながら
このぐらいでいいかなっていうのをバランス見ながら必ず鏡を見て調節していきます。でこの時にもうちょっと高めの方が似合いそうだなと思ったらもうちょっと高めにしたりとかしていきますね。でレイヤー高いスタイルもすごく可愛いんですけど、やっぱその分やっぱ毛先が暴れちゃったりとかしてまとまりが悪くなっちゃうので、今回はこのくらいをベースにカットしていこうかなと思います。でここから実際に顔周りとサイドにレイヤー入れていこうと思うんですけど、お客様が正面に立っちゃうと回り込みが甘いことが多いので、僕の場合は営業中にちょっとだけ失礼しますって言って切る方向にちょっと傾けてカットしていきます。そうすると体がグッて入れるんで、レイヤーがしっかり綺麗にラインが入れやすいです。でイヤー2で分けた上にさらに見やすくするために少し間入れてあげて、極力落ちる位置でここのポイントからさっき自分が切ったガイドですね、ここをベースに切っていきます。一発で切れない方は分けて切ってあげてもいいと思います。この時にしっかり回り込んで落ちる位置でカットするのがポイントです。右側の時も同じように少しだけ回転させてカットしていきます。一回この段階で左右のレイヤーのバランスを確認します。でここから、トップセクションの方にレイヤー入れていきます。でまず中心のガイドをしっかり取ってあげて、でベースの前髪がやや左分けなので、トップのレイヤーも少し左側に傾けながらレイヤーを入れていきます。この時に先ほど自分が作ったガイドに合わせて30度ぐらいでカットしていきます。で中心の分け目を少しずらすことによってモデルさんが実際に家に帰って髪自分で触る時も高さが合うようにしていきます。でそこからバック入れていきますね。でこの時にだいたい8部分、トップセクションって言われるところにレイヤーを入れていきます。で後ろはちょっとふんわり少しだけさせたいので、ベースは、オンベースでカットしていきます。でそこから少しずつ放射線状にカットしていくんですけど、後ろの部分バックセクションまではほぼ、オンベースで、セームレイヤーでカットしていくんですけど、この横に入るにあたって少しずつレイヤーを逃がしてカットしていきます。でサイドに行くにつれて重みが少しずつなくなるようにカットしていきます。もう顔周りに来るとほとんど切るとこないんですけど、ちょっと逃がすような感じで調節できる。そうすることによって後ろにはふんわりしたウエイトがちょっと残りながら、サイドに行くにつれて少しずつレイヤーが軽くなっていって、でサイドには重さが残らないようにしていきます。で必ずトップセクションを意識しながらカットしていく。で少しずつ逃がしていく感じですね。この時に、前にちょっとだけオーバーダイレクションしていくのもポイントです。でトップセクションだけもう一回ざっくり引き出してチェックカットというか、角があったら取るって感じですね。はい、でこの時にさっきちょっとだけ斜めにカットしてるんで、ベースのガイドを切るときになのでほんのちょっとだけこのトップが斜めになってるのがポイントです。ほんとちょっとなんです、15度ぐらいかな。
でここからちょっとミドルセクションにも少しレイヤー入れていきます。ここのトップのセクションでレイヤーを終えて量感取ってもいいんですけど、ミドルにちょっとだけレイヤー入れてあげるとほんのり今よりも軽さが出るので、ミドルセクションにもレイヤー入れていきます。でミドルセクションも同じように頭皮のここですね、頭がクッて切り替わるさっきのトップセクションとアンダーセクションの間を引き出していくんですけど、その時は少し下げながらさっき自分が切ったセクションと一番下のこのアンダーセクションのトップですねをつないでいきます。サイドの一番このフロント部分ですね、ここの部分は最初にもうガイドで切ってるんで、もうほぼ切るとこないですね。これが量感取る前の状態のカットになります。でここから、毛量調整と質感調整同時にちょっとやっていきます。今日のモデルさんは、ノーマルのセニングで取っていくようにしていきます。でアンダーセクションから入れていきます。でこれもしっかりセクション分けした上でバイアススライスでレイヤー状にセニングを入れていきます。ベースのカットは基本的にはその重め、頭にフィットするようにバイアスを重めにやや重めにカットしていくことが多いので、その上に中に細かなレイヤーをしっかり入れていく。で軽さを作っていく。毛先やや重めだけど手触りが軽いみたいな状態をセニングで作っていきます。できちんとブロックごとに量感確認していきます。だいたい8割9割ぐらい僕の場合はウェットで取ってドライで微調節するかそのままいっちゃうかっていうところですね。でミドルセクションはしっかり量感が取れるところなので、そこはしっかり量感取っていきます。でトップセクションも入れていきます。この時もスライスをバイアスに取っていって、表面の部分をスライスで取って、ここが結局表面にかぶってくる部分なんですね。そこを省いて入れていきます。やっぱり鉢が張ってる方とか頭が四角い方って結構多いと思うんですよ。トップが潰れてて。でそういう方は内側だけ量感取ってもここのそのトップの部分の量感が重くてすぐ重く感じちゃう方ってめちゃくちゃ多いんで、やっぱ表面の部分もやっぱある程度量感をしっかり取っていくのがベースです。ただ本当に表面の表面1ミリとか2ミリは取っていかないっていう感じですね。右側の場合は僕はセニングを先ほどと同じように入れていくんですけど、そうするとレイヤー状に入れてるのにベースが前下がりにセニング入れてるんじゃないかっていうのもあるんですけど、結局肩があるんであんまり影響しないと僕は思ってて、もちろんこっち向きに取ってこうやって入れるっていうのももちろんあるんですけど、僕の場合はそのままスピード重視で入れていっちゃいます。で肩上のボブとか肩上のショートとかになってくるとセニングの角度とか回転も変えて入れていくことが多いです。
今回そのカットラインをちょっと活かすようにストレートタッチで柔らかい感じで仕上げていこうかなと思います。僕はもう180度で入れちゃうことが多くて、その代わりさらっと入れていきます。髪の毛を触りながら毛の温度を確認しながら一定のラインがつくようにしていくことが多いです。なんでコテでも髪触りながら髪の毛の温度で確認してるって感じですね。結構お客さんも最近ストレートタッチのスタイルがだいぶ増えてきてて、でもちろん巻いてあげるのも可愛いんですけど、ご自宅でハンドドライで乾かした上でストレートアイロンでさらっと使っただけで、あ、こんないい感じになるんだって思ってもらえるのもすごくいいポイントかなと思います。もちろんそのご自宅でブローする方はブローもします。で、僕はアシスタントの時からずっとお客さんってブローを自分でできないって言ってるのはなんで美容室でブローしてしっかりスタイリングして返すんだろうなってすごく疑問に思ってて、自分がスタイリストになった時にはもうブロー一切しないようにしました。で、その代わりこのカットのこだわりポイントっていうのをしっかり作ってあげて、ハンドドライでここまで仕上がる。癖毛の人もハンドドライで仕上げてあげて、癖を生かすようなカットをしたりとかします。なのでその代わりやっぱカットの精度っていうのはしっかり作っていかないといけないので、ごまかさない。で、ここからちょっと柔らかさ出していきたいんで、クッションブラシを使ってちょっとほぐしていきます。で、これブラシでほぐす理由としてはさっき言ったみたいに柔らかさ出すんですけど、コテでワンカールとかしっかりウェーブした時もやっぱ崩す。で、しっかり崩して崩れた瞬間を作っていく。なんでドライもしっかり放射状に乾かしてあげて、どこに髪の毛が落ちてもバランスがいいようにしていく。で、先にスプレーワックス。これもだいぶ昔からあるんですけど、もう僕10年ぐらい使ってます。固まらないけど、ふんわりキープしてくれるってなかなかないんで、こういうのをしっかり全体的につけていきます。内側からですね。手にもしっかりつけて。で、ポイントで束感というかフレームラインの濃さを出したいところっていうのは、ちょっと重めのスタイリングオイルを少し指先につけて、でポイントで強調したいところですね。文字の周りをちょっと濃く書くと文字強調されるじゃないですか。あれと同じようにちょっと強調したいポイントだけつけます。今回だとやっぱ顔周りと前髪ですよね。そこだけウェットな質感を足してあげて、ドライとウェットの質感をミックスしてあげて、違和感を作ってあげる。そうすることで全体のお顔も強調されるし、髪質のバランスもすごく一気にグッて上がるんじゃないかなと。完成です。ちょっと実際に僕が撮影している感じをちょっとできたらなと思います。うちは床がフローリングなので、あとは窓がちょっと下から出てるんで、自然光が入るようにちょっとしゃがんで撮ったりとか座って撮ってもらうことが多いんで、地面の茶色を拾わないようにちょっとグレーのバック紙を引いて撮ることが多いです。で、あとはライトの色と自然光の色味がちょっと違うんで、撮影の時は基本的には、雨降っててもライト全部消しちゃいます。では実際にちょっと消してもらいます。で、こんな感じでこのぐらいの明るさで撮っていきます。撮影の時のポイントは多少違和感を作ってあげるのがポイントです。その媒体によってもそうですけど、どれぐらい違和感を持っていくかはその媒体に応じて変えていくっていう感じで、実際のインスタグラムでちょっとポイントとして作るぐらいだったら、がっつり違和感を持ってきちゃうとちょっと業界仕様になっちゃうんで、それもすごくいいんですけど、今回はナチュラルにふわっとした雰囲気をオイルつけてポイントで動かしてあげたりとか、写真ってどうしても 2D なんで前後にスライドさせて動きを出してあげると立体感が出てきます。あとは余白の使い方ですよね。僕の場合だと後で調節できるように少し引きで取っといてトリミングしちゃうことが多いかなと思います。やっぱりモデルさんの顔を引き立てたかったら、モデルさん向いてる方を
に余白作るのがいいんですけど、髪をメインにしたいんだったらモデルさんが向いてるんじゃなくて髪側に余白作ってあげるとパッと見た時に髪に目線がいくんで、なんかその辺はこうバランス見ながら作ってあげると良いかなと思うんですけど、やや引きで取っといて後で、うまくトリミングしてバランス調整するっていう余力は作っておくと外さないかなと。でこの時のモデルさん今横向いてるんで、この奥の髪がどれだけこう立体感出せるかが勝負になってくるかなと。はい、ありがとうございました。モデルさん完成です。かわいい。今回はカットを結構10センチぐらい、10センチちょいかな、切らしてもらって、でベースはちょっと厚めに残しながら皮周りちょっとしっかりレイヤー入れて、でもともと本人が持ってるそのフェイスラインのバランスのこの皮周りのカットとバランスが合うようにちょっとレイヤーを入れてます。全体的にこう浮遊感が出るように量感も調節してミディアムまでレイヤーを入れてるので、ややここら辺が少しこう日によっては跳ねてくれる感じで抜け感が出て可愛いかなと思います。カラーも、毛先ブリーチしてたんですけど全然その感じがなく、手触りがめちゃくちゃ柔らかくて色もすごい綺麗です。補色でアイリスを 0.5% 入れてることによって一気にこう深みが出てるので、すごくこう綺麗なバランスになったんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。ぜひいいねと登録チャンネルお願いします。ありがとうございます。